どうもこんにちは、川勝の金です。今回はナンバー18ホルスが完成しましたので紹介します。この靴は11月に行われる展示会で展示し、そして気に入った方いらっしゃれば販売します。展示会の詳細は概要欄に記載しておきますので、ぜひご確認ください。そしてこちらのホルス、写真と文章で解説した記事もブログにアップしますので、概要欄からご覧ください。このナンバー18ホルスは過去3回、今年で4回目の展示会で展示販売してきたナンバーズコレクションの中では一味違ったというか、新たな挑戦をした靴です。大きく違うのは、今までのナンバーズコレクションナンバー16までがサイズがあって、足の履き心地のことを考えた履くための靴だったのに対して、このホルスは履くことを前提にしていません。実用品としての靴ではなくて、芸術品、彫刻作品としての靴を目指したものです。したがって今ここにあるこの片足、左足ですね、片足しか制作していません。このナンバーズコレクションというのは、僕が作ってみたいもの、見てみたいものを制作して自分の好みをぶち込んで制作するというものなんですが、過去16作品制作してきた中で、どうしても履くためのこと、履き心地ですね、耐久性、修理のことだったり経年変化、そういったことを考える必要がどうしてもあります。そこが革靴の面白さであり、一番難しいポイントなんですが、もっとこういうデザインしたいのになとか、もっとこういった凝ったことをやってみたいみたいなのが心の中にずっとありまして、履くためのことを考えない彫刻作品のような靴を作ってみたいなというのが常々ありました。今回のナンバーズコレクションナンバー18では、それを表現するために靴という枠組みを飛び出して、キシュザワークの作品という意味の通り、より芸術作品として特化した靴を制作したのがこのホルスです。やるからにはとことんやりますので、今までのナンバーズコレクションの履くためのこと、履くことを考えた靴とは全く違う方向性で、凝りに凝った靴を制作しましたので、今回紹介していきます。こちらがナンバー18ホルスです。その名の通り、エジプト神ですね、天空の神ホルスをコンセプトに制作しました。ポイントとしては、太陽、鳥、そして羽というところですね。デザインの基本形としてはサイドエラスティックシューズになっています。靴紐がなくて、サイドのゴムで脱ぎ履きするタイプです。まずアッパーの革はこちらネイビーのミュージアムカーフですね。イルチアのミュージアムカーフ、こちら MTO シューズ、ビスポークでもかなり人気で、よく制作に使用している革なんですが、今回ホルスということで、ホルスというのはハヤブサをもともとモチーフにしている紙です。ハヤブサの羽毛の色は青みがかったグレーなんですね。そして天空の神ということで、空も少し想起させるようなネイビーのエルチアのミュージアムカーフを用いて制作しました。そして随所に降り注ぐ光だったり、羽らしさ、鳥のような形状っていうのを盛り込んでいます。まずつま先のトーシェイプ、かなり細身なラウンドトーンになっているんですが、これは横から見るとくちばしを思い起こすような形状になっています。少し上に落ちてぐっと鋭く落ちるハヤブサのくちばしですね。そして革靴の意匠的に言うと、ダイヤモンドキャップのような感じで尖ったキャップになってますが、通常キャップというのはバンプの上に乗っかるんですが、これ逆ですね。バンプがキャップの上に乗っかってます。これやはりくちばしというのは羽毛に隠れてますので、そういったイメージですね。で、つま先、かかとに配しているこの特徴的なステッチですね、これが太陽の光や羽らしさっていうところを表しているんですが、非常に細かいステッチ、金色のシルクのステッチを使って縫い上げています。実際このアッパー制作時には金色だったんですが、その後全体を落ち着かせるためにアッパーごと黒を入れて染めてますので、アッパーの色も元々のミュージアムカーフの色よりも黒っぽくなってますし、ステッチも黒っぽくなってます。ただですね、このステッチは黒っぽくなってるんですけど、やはり黒で縫ったのとはまたどこか違った雰囲気がありますね。奥の方に金色っぽさ、黄色っぽさが少し見えるような、そんな感じです。
こう後ろに行くんですが、この木型が非常に抑揚の強い木型をこのホルスのために製作しました。ワールドチャンピオンシップの靴はどちらかというと直線的なイメージで製作したんですが、このホルスは全体がもう曲線の集合体ですね。通常の足の形状をさらに強調するように抑揚をつけました。甲の立ち上がりだったり、このねじれ感だったり、土踏まずのせり上がりだったりっていうところを必要以上に美しい造形のために彫刻作品的なものすごく抑揚の効いた木型を製作しています。そしてその甲部分から最もこの靴でシンボリックなエラスティックの部分ですね。サイドエラスティックシューズとしてのこのゴムの部分はこういった重なるような羽の形状になっています。この裏にはゴムが隠れてまして、この羽の部分実際には着用はしませんが、着用する際には分かりますかね、こういうふうに伸び縮みします。この鳥が羽を広げたかのような動きをします。実際はこの靴履かないので、ここが実際にゴムが入っている必要、動く必要っていうのはないんですが、やはりその実用性をもとに考えられた衣装っていうのが僕は美しいなと感じますので、サイドエラスティックシューズと名前の通り靴の最も特徴となるこのゴム部分をこの靴でもシンボリックな羽として表現しました。この羽の前にはチェーンステッチを配して王冠のような衣装を作っています。この靴でチェーンステッチが登場するのはここの部分だけですね。羽を縁取るようにチェーンステッチになっています。ぜひこの辺り非常に細かいので実物見ていただきたいところですね。そしてヒール周り、ヒールはこれも同じように羽を表現していますね。外側と内側、羽を広げたような形状になっています。こちらもつま先と同じく非常に細かいシルクのステッチで縫い上げています。木型といい、このアッパーの曲線のラインといい、とにかく曲線の連続で制作した靴ですね。かかとセンター部分にはシームレスヒールなんですが、クリースを設けています。ワールドチャンピオンシップのローファーではつま先にセンタークリースを設けたんですが、この靴ではかかとにクリースを設けています。このクリースはヒールの積み上げ部分まで続いています。ソールの縫い目非常に細かいです。やはりこの靴は繊細に細かく製作していくっていうのがテーマですので、 SPI といって1インチに何針縫うかという番手は18ですね。 2.5 センチの中に18針手縫いしてあります。これほど細かく縫うとどうしても耐久性や修理に問題が出てくるので、実用性には難ありなんですが、非常に繊細な雰囲気に仕上がります。次にソールですね。自分で見ても何度見ても見るたびにおおと思ってしまいます。ソールは半カラス仕上げになってるんですが、初めての試みですね。グラデーションの半カラスをやってみました。グラデーションといってもですね、ポイントがありまして、筆で染めていってるんですが、刷毛の跡をわずかに残していますね。ここにもアッパーにしつこいほど登場した羽毛のイメージですね。これを表現していますね。中心部分が色が濃くて、エッジに行くほど色が薄くなっています。これまた太陽の光り輝くような雰囲気にも通じるところがあります。この辺はもうホルスではなく不死鳥なんかをちょっとイメージなんかにしてたんですが、そういった神と鳥っていうのは結構密接な関係にありますので、神、鳥、空、太陽、そのあたりを全体にイメージしています。このヒールもそうですね、グラデーションヒールになってまして、
非常に細い真鍮釘を打ち込んでいます。このヒール正面から見てると、顎の部分が少し変わった形状になってて、釘打ちされてるぐらい、ハートグラデーションっていう、それだけでも十分いろいろ盛り込まれてるんですが、このヒールですね、へこんでますね。ヒール側面っていうのはピチッとここは直線になってるんですが、ヒールの端から真ん中に行くにつれてへこんでます。これ初めての試みなんですが、もう映像で伝わるのがもう非常に難しいですね。また地味に特徴的なのがですね、このコバの色がソールとつながっているんですね。このソールはベベルドウエストになってるんですが、銀付きベベルドウエストといって、ソールのドブをした銀面を巻き込んでるんですね。なのでつなぎ目がここにないんですよ。ということで、コバの黒い色っていうのはここで終わってしまって、ウエスト部分のコバっていうのは存在してないですね。そのままソールになってます。そしてフロント部分のソールをナチュラル仕上げで、つま先にはアッパーのダイヤモンドキャップのような真鍮プレートを装着しています。少しこのつま先の真鍮プレートはですね、ソール面から盛り上がるような形状になっています。そしてシューツリー。シューツリーは光り輝いてますね。これもソールと同じようにグラデーションで仕上げてあるんですが、ナンバー17と同じく持ち手付きの3分割ツリーになってます。このツリーの中央のパーツ、これもまさに彫刻なんですけど、このセンターのこの持ち手の部分、八角形になっています。そしてそれを上から下に濃くなるようなグラデーションの染めになってますね。太陽がね、上から照らしているようなシューツリーです。このシューツリーもですね、この下に行くにつれて少し色が濃くなっていくようなグラデーション、全体もグラデーションの染めになっています。さあ、そして最後に中ですね。ホルスの靴の中はライニングは黒で、インソールに同じくミディアムカーフが入ってるんですが、ここにも細かいシェイプのステッチと、そして金色の白押しですね。この内部は黒く染めてませんので、かなり青っぽさと金色っぽさが出ています。こんな感じで靴全体にわたって一貫して幾重にも重なったステッチ、重なった曲線のライン、金色、グラデーション、そんなような衣装、散りばめた凝りに凝ったこだわり抜いた作品になっています。いかがでしたでしょうか。こだわってない場所がないぐらいの非常に立体的な造形ですし、細かいのでどうしても解説するのがかなり難しいんですけど、制作動画も上がっていますし、実際に展示会場にて実物をよくよくご覧いただけるととても嬉しいですね。そしてこの靴、展示会で展示しますが、大変申し訳ないんですが、お手を触れないようにお願いしたいんですね。それではこの靴の魅力を全然伝えることができませんし、楽しんで見ていただくことができませんので、今回展示にあたってこちらの特製の展示台を用意しました。この展示台はこの靴を楽しんでいただくために鏡張りになってます。展示会場ではこんな風に展示をします。この面はガラスですね。こういう風に展示をしまして、そうしますと靴の全方向を見ていただける上に、ソール面も裏から見ていただけます。こっちも見れますね。
ということで、靴の展示会をもう超越した作品の展示会を行いますので、ぜひご都合合う方はお越しいただいて実物ご覧ください。このナンバー18ホルスはワールドチャンピオンシップスオブシューメイキングで1位を獲得した金色のローファーに自らで対抗しようと、そのレベルを目指した靴です。チャンピオンシップの靴と同じか、むしろそれ以上かぐらいの手間とこだわりを持って制作してますので、それが皆さんに伝わっていただければなと思います。芸術作品としての靴という今まで制作してきた靴とは一味違った魅力を感じていただけるはずです。展示会開催もう間際ですが、ぜひホルスをはじめナンバーズコレクション、そして MTO ビスポークのサンプルなどをご覧いただくこと、楽しみにご来場ください。それではまた。